霊界通信小桜姫物語浅野和三郎著20竜宮へ鹿島立ち。こちらの世界の仕事は何をするにも至極あっさりしていまして、すべてが手っ取り早く運ばれるのでございますが、それでもいよいよこれから竜宮行きと決まった時には、そこに相当の準備の必要がありました。何より大事なのは再会沐浴、つまり心身を清める仕事でございます。もちろん私どもには肉体はないのでございますから、人間のように実地に水などをかぶりはいたしませぬ。ただ水をかぶったような正常な気分になればそれでよろしいので、そうするといつの間にか身なりまでも自然に白衣に変わっているのでございます。心と姿とがいつもぴったり一致するのがこちらの世界の掟で、人間界のように心と姿とを別々に使い分けることばかりはとてもできないのでございます。ともかくも私は白衣姿でまずご神前に短冊祈願し、それからあの龍神様のお社へ詣でて、これから竜宮会へ参らせていただきますとご報告申し上げました。先方から何とか返事があったかとおっしゃるか。それは無論ありました。喜んであなたのおいでをお待ちしております。と、それは丁重なご挨拶でございました。龍神様のお社から自分の修行場へ戻ってみると、もう指導役のおじいさんがそこでお待ちになっておられました。準備ができたらすぐに出かけるといたそう。わしが竜宮の入り口まで送ってあげる。それから先はそっち一人で行くのじゃ。何も修行のためである。あまりわしに頼る気になっては面白うない。そう言われた時に、私は何やら少し心細く感じましたが、それでもすぐに気を取り直して旅支度を整えました。私のその時の旅姿でございますか。それは現世の旅姿そのまま、いわばその写しでございます。かねて竜宮会は世にも綺麗な派手なところと伺っておりますので、私もそのつもりになり、白衣の上に私の生前一番好きな色模様の衣装を重ねました。それは綿の入った裾の厚いものでございますので、道中は腰のところで紐で結えるのでございます。それからもう一つ、道中姿になくてはならないのが担ぎ。私は生前の好みで白の担ぎをつけることにしました。履物は厚い草履でございます。おじいさんは私の姿を見てニコニコしながら、なかなか念の入った道中姿じゃな。乙姫様もこれをご覧なされたらさぞお喜びになられるであろう。わしなどはいつも一丁羅じゃ。そんな軽口を聞かれて、ご自身はいつもと同一の白衣に白の頭巾をかぶり、そして長い長い一本の杖を持ち、素足に白花緒のわら草履を履いて、私の先に立たれたのでした。ついでにおじいさんの人相書きをもう少し詳しく申し上げますなら、年の頃はおおよそ80くらい、頭髪は真っ白、鼻下から顎にかけてのおひげも真っ白、それからまつげもやはり雪のように真っ白。すべてが白ずくめでございます。そしてどちらかといえば面長で、目鼻立ちのよく整った上品な面差しの方でございます。私はまだ仙人というものをよく存じませぬが、もし本当に仙人があるとしたら、それは私の指導役のおじいさんのような方ではなかろうかと考えるのでございます。あの方ばかりはどこからどこまできれいに枯れ切って、すっかり垢抜けがしておられます。山の修行場を後にした私たちは、ずいぶん長い間、険しい山道を下へと下ってまいりました。道はおじいさんが先に立って案内してくださるので、少しも心配なことはありませぬが、それでもところどころ危なっかしい難所だと思ったこともございました。また道中どこへ参りましても、例の甲高い霊長の鳴き声が
前後左右のこの間から雨の降るように聞こえました。おじいさんはこの鳥の声がよほどお好きと見えて、こればかりは限界では聞かれぬ声じゃ。とご自慢をしておられました。ようやく山を降り切ったと思うと、たちまちそこに一つの大きな湖水が現れました。よほど深いものと見えまして、叩いた水は愛を流したように青みを帯び、水面には対岸のうっそうたる森林の影が黒々と映っていました。岸はどこもかしこも皆割ったような岩で、それに松、杉、その他の老木が大蛇のように垂れ下がっているところは風情が良いというよりか、むしろものすごく感じられました。どうじゃこの湖水の景色は。そちはちと気に入らんであろうが。私はこんな陰気臭いところは嫌でございます。でもここは何ぞ言われのあるところでございますか。ここはまだ若い下級の龍神たちの修行の場所なのじゃ。わしは時々見回りに来るので、ようこの池の勝手を知っている。何も修行じゃ。そちもここでちょっと統一をしてみるがよい。たくさんの龍神たちの姿が見えるであろう。あまり良い気持ちはいたしませんでしたが、修行とあれば否むこともできず、私はとある岩の上に座って統一状態に入ってみますと、果たして湖水の中は肌の色の黒っぽい、あまり品の良くない龍神さんでぎっしり詰まっていました。角のあるものないもの、大きなもの小さなもの、眠っているもの暴れているもの。初めてそんな不気味なありさまに接した私は、覚えずびっくりして目を開けて叫びました。おじいさま、もうたくさんでございます。どうぞもっと晴れやかなところへお連れくださいませ。